ウィスカーウッド。春の徴税を踏み倒し主のご機嫌を損ねたのでお詫びっぽい感じに豪華な市庁舎を建設した我らがネッツ。ただいま天下武神と銘打ちお城建設予定地を大工作。さあ働けネッツ、山をまるっと削り取るのだー。人足2匹月中。過酷な労働地獄へようこそ。新しい島民のために社宅を増築。無駄に橋を使った見た目だけは豪華な集合住宅。縦長の家の3階は移動が大変そうなのでエレベーターをつけてあげましょ。だが2階のやつは使わせない。足腰を鍛えろ。法律で3階以上の建物は非常階段の設置が義務付けられているので横に階段も設置。変なところで律儀。でも移動速度は遅いので結局スライドをつけるのず。であとは石造りの家を並べるだけ。当分はこれで移民の増加に対応できそうだ。誰も使ってない簡易医療所の位置が気に入らないので移設。入植時の最初の倉庫の上に建てたら、一つの建物っぽく見えてかっこいいかな？街の中心だし病人もアクセスしやすくて良さそうだ。さあキリキリ働けー。適正ギルドもお構いなしに全員土木作業、人海戦術だ。今日の石の採取は162、頑張ればもっと掘れるかな？皆を守るためのお城建設のためだ、残業を頑張ってくれー。だがその石は切石に加工された後に密輸で横流しされ霊夢の懐に入るのであった。てかアプデで徴税減ってからはその気になればいくらでも資材つぎ込める状況。多少私が横領しても困ることはないよ。まあ爪の主は工業化を望んでないから、のんびり開発してれば平気かな？研究も材料は用意してるから、主の様子見て判断して一気にやるよ。さいですか。社宅の増築で先生が普段働いてる農場が選択しにくくなったので移築を決定。ついでにコンベアーもつけて近代化。農場の設置位置を上げて、下の農地をなるべく壊さないように配慮。農場の立体化、農地増やせるし意外と便利そう。めんどくてやってなかったお隣の農場にも搬入口がつきました。再構築が面倒で古い生産方法の場所が未だ多く残っております。埋め立てたところは少し肥沃度あるが、すぐに農場にはできなさそうだ。そして謎に高い海の肥沃度。ネズミ界の謎。効率よくやれば埋め立てもサクサク進むと分かった。もう一段高く埋め立ててここ平らにするぞー。はい次の作業現場はこちらでーす。おっとまたここの板の家の建て替え忘れてた。やること多い上に同時進行だから、うちの霊夢さんの脳だとやったそばから忘れちゃうぜ。むしろやってる最中に忘れますが？おい。はい隣島の伐採担当、あんたたちも残業だよー。もうすぐにこの島の天然林も消滅しそう。植林範囲をそのうち広げましょ。作りすぎた漁網でいっぱいの収納を、2階建てにパワーアップ。アプデでこの施工後すべての受け入れを拒否にするボタンが追加されました。これのおかげで知らぬ間に倉庫が完成した時も、勝手に過剰生産されてる物資がねじ込まれなくなりました。倉庫管理もだいぶ楽になったぜ。ほら夜休憩もう半分終わってるよ。さっさと職場に戻りなさーい。山から降りて飯を食いまた山に戻り作業する。移動時間がかかりすぎて残業の意味なくね？それでも残業させたいの。鬼かよ。石は196か、昨日より30くらい増えたね。残業お疲れ様でした。植林棟で働くネズミも増えてきたのでコンベアーずらして、立てましってこらー徴税戦、またコンベアーに刺さりおって、許さんぞ。霊夢さんご立腹。納税は有り余る物資を使い、要求を上回る量ですか。安定の金地金は使わないし鮮度。補給物資は鉄と燃料を選択。パンは食ったらなくなる、石と板は有り余ってるもんな。で作業日報だけどそろそろ毎回出すのもあれなのでカットしようかと。物資ガチャも設計図でないしいらなくね？てなわけで変化あったら報告するので日にちが飛ぶこともあるのでご了承をば。今日は有り余る石材で石の住宅を、建てまし。これで当分は家の心配はいらないぜ。掘れる場所がないアラートが毎日何回も出るので地道に調整の日々。採掘担当を集めると掘るのは早いがその都度移動で厄介。植林棟の自然林伐採もキャンプを毎日のように移動してるよ。撤去作業を怠って継ぎ足しで伸ばしてるから、もうコンベアーがぐちゃぐちゃだぜ。密輸業者さん、金地金6本しか持っておらず。家建設中により燃料も少しだし全部ゲット。水浴び場建設予定地の埋め立てが完了。下のデクルワの穴を埋めてもらうことにした。多分上になんか建てるからやらなくて良さそうな無駄工事。干拓地埋め立て用に露天掘りしたのを止めた影響で石がなくなったので、取り寄せ設定しました。輸送ハブの担当が運ぶのが楽か、盛り土担当にこいつらを変えた方が楽かは謎。
古い収納にねじ込まれた石の整理の役割もしてます、多分。だあもう、あんたたちもう掘り終わったの。効率よく運べるようにコンベアーを修正せねば。放置できるように設計ができない残念農農地のレイムさんは、毎日こんな感じです。サザンクロストンネルの鉱物採掘跡をうめうめ。ネズミが埋まらないよう慎重に範囲をしてまあ埋まってもサンドを使ってつまみ出せるけどね。輸送ハブ運ぶのうっせー。ってことでコンベアー調整したのず。輸送ハブの奴ら同行石1個とか変な単位で運んだりして結構サボってる。ここは盛り土倉庫直送採掘現場になったので、こんだけがっつり採掘よろ。つか倉庫に石がないってか島全体の石の在庫がなくなってるぞ。いやこんなに掘ってて足りなくなるはずがない。あ、私がコンベアーのスライドと持ち上げ階段間違えて設置して詰まってただけでした。そりゃ倉庫にも石がねえんじゃ、輸送ハブの奴らも関係ねえもん運ぶしかなかったわけだ。毎日コンベアー修正は効率上がるけど事故も起こすから考えもんだわ。だな。だあ、収納小屋いっぱい建てたけど一つずつ設定するのめんどくせえ。この手の世界は倉庫設定のコピペがよくあるから、そのうちアップデされるのに期待だな。日盛り人の詰め所、炭焼き窯の前だと汚染がひどいので少しだけ移設。この島の要の産業石切り工の手がかじかむと作業効率が下がるので、ストーブ設置と、季節も秋になり冬支度が始まった。徴税人さんよー、いい加減これどうにかしてくれませんかねー。コンベアーに毎回突き刺さる船にさすがにうんざり。この見た目は許されない、都市計画を大きく変更してでもなんとかすっぞ。隣島の住民が使いやすい場所だけどそこは使えん。船が入ってこない場所に鳩場を作って、なんかそれっぽい港にしましょ。また建材の無駄遣い始めるダメ総督。前提切り石が足らんかった。まあそうなるわな。もっと大量に切り石を生産してそのうち再建設だ。もっと石を大量に集めろー。業者内残業通達、残業させても大して生産量増えないのに哀れなネズミ。ヒーハー、一生残業ボタンだ。業者内残業通達、残業させても大して生産量増えないのに哀れなネズミ。おや？このチェックボックスは何だろ？それは施設の停止ボタン。担当の割り当てが解除されちゃった。以上、一覧からでも残業できるの件でした。試験的にやってた埋め立て農場の裏も埋め立てが完了。はい今度はこっちを埋めてください。干拓したのに結局全部埋めとる。徴税来たので有り余る生魚と丸太で要求通りの出荷にしました。地金を出せば要求を上回るで出せるのに出さないし鮮度。1日で石250個掘れた。頑張ったなネズミたち。そしてその石は船着き場工事に使います。ネズミたちの生活の向上に1ミリも役に立ってねえ。石材建築がマイブーム。石材の上に釣り埠頭は建てれないか。水浴び場建設予定地だったのに、もう完全に忘れてるのず。3匹月中。貴重な匂いに鈍感もいるな。この日翌度ほぼない埋め立て地の石ころを拾うお仕事を授けよう。16匹も自称大工の無職になってるぞ。職場ちゃんと用意してやれ。社宅の大規模増築終わってから考えるよ。船着き場工事のおかげで綺麗に船が接岸できたぞー。微妙に船首に傷ついてそう。自己負担で修理してください。でやってきた海賊に燃料でお帰りいただきました。機械も100個近く在庫あるから、機械払いでもいいかもしれんな。船着き場裏に水が溜まってるのはなんか見た目が気に入らないので、ここは埋め立てるぞー。石を保管する倉庫建設。で真横に盛り土の拠点をホイットな。そして外角を掘り進める工事と並行させることで、埋め立て用の石を用意させるよ。現地採取はお堀を掘った土で上角に盛り土してた、リアル城作りの工法みたいでいいな。近くで掘って近くを埋めるのは移動距離少なくて済むから効率もいいよ。てなわけでこんな感じで埋め立てよろ。さようならネズミ用の水浴び場計画。船が突き刺さるのが悪い。栽培地拡張のためのキノコ農場下の採掘状況を視察。でも意外と農場2軒でも上の栽培手いっぱいにも見えるから無駄になりそうな予感。採掘キャンプ、無限残業なのになぜ帰宅しとる。今のあなたに賛同はありません。ぐぬぬぬぬー。だが一晩寝れば賛同は回復する。重労働の苦情がひどいことになっとる。朝一番に残業命令を発令だ。政策で消費する前に残業を指示すれば必ず残業できるね。やったね。植林等の自然林がほぼ消滅、一気に作業で使った資材を回収だー。今後はこの植林で丸太を維持せにゃならんのに、相変わらずわからねえな肥沃度の回復。噂だと岩石を除去してないと回復率が下がって、日光が当たらないとそもそも回復しないらしいよ。
ほんと細かいなこの世界の仕組み。今日は参道が余ってる。特別に私が運んでやろう。とんがり島の木こりのフリック、こいつらの丸太も大事だから大切に扱ってあげないとだ。新しい日盛りの小屋ができたので人事異動させようと、動きに定評のある FE を見たら汚染の文句が6回もある。自宅も汚染範囲だろうし相当鬱憤が溜まってそう。かわいそうなので匂いに鈍感と交代。で煙をなんとかできないかと少々実験することに。石で覆えば煙は出ないかな作戦。煙が外に出ないなら担当を鈍感みたいのに任せればみんな幸せ。本日の石の採掘なんと450個。重労働が400超えててひでえ。密輸業者さん、燃料とかいっぱいありますよ。持ってきた地金全部ちょうだい。その燃料、汚染にさらされた FE の涙でできてます。でも植林島の自然林切り尽くしちゃったし、燃料の応用も今後は難しくなるね。ベリーの採取ももうすぐ終わるし、探索者の奴ら全員必要だな。石切り工にでも転職させようかな。とりあえずこのままだと丸太不足は確実なので農場建設。からの植林範囲設定。本当は平らにして植林したいんだけど、城建設中で労働力足りないからこのままの地形で行くよ。余った人員は埋め立てをせい。先日16匹いた無職も、ワンオペ大工1匹になりました。徴税が来たので今回は1本だけ地金ちゃんを放出。現在の金地金の残りは108つ、それは霊夢の煩悩の数。消え去れ、我が煩悩を。ってガチャ引いてんじゃねえ、煩悩の塊が。ヘブ設計図は相変わらず出る気配がない、いずれ使いそうな鉄と鈴鉱石をもらうぞ。足弱どんそくどんそく足弱どんそく。お前ら足腰弱すぎん。はい全員不採用です。お帰りください。汚染密閉実験中、でも結果よくわからず。この時は汚染に高さの概念があると気づいていないのず。入り口をエレベーターにして完全密閉とかすれば OK？ だがエレベーター使うなら上に4マスほど上げて、下の汚染濃度を下げた方がいいがそれはまだまだ未来の話。4匹月中。ネズミの数が150の大台を突破だぜ。まだまだ増やすよ、この世界が止まるまで。おい。この程度じゃ汚染問題は解決せえん。現代の人類ですら解決できてない問題、そうやすやすと攻略はさせてくれないぜ。エレベーター使えば露天掘りの設定楽なのではと気づき、干拓埋め立て地の露天掘りを再開。確かにこれならキャンプの位置は変えなくてもずっと掘ってられるな。でも深くなるほどエレベーターの延長は必要。木こりの通勤用にスライドを回収。運がいい日はギリ飯食って帰ってます。残業指示が面倒でサボり石の採掘量が減少。ほんとお前適当だな。おら金の延べ棒全部よこせや石を押し付け黄金を奪う、海賊より立ちが悪いな。加工した石なので正当なトレードです。これだけ増えると毎日金地金を拭くのも大変だよ。ミスって蜜蝋で移民船呼んじゃった。おい。肌寒くなってきた。ストーブの稼働テスト、過剰燃焼オン。カチッと音を鳴らし放熱範囲を広げるストーブ。その効果は手にますくらい広がっただけ？これで燃料2倍消費するの？正直どうでもいいレベルの性能であった。糸かなし。今日は残業頑張ってください。密輸業者に全力で押し付けたから倉庫に空きができたんだわ。頂上部分もだいぶ削れてきたね。黄金多すぎで拭くのも大変になってきたので5本放出。てか徴税に出す丸太も節約しなきゃだよ。四川ドレイム、ついに正しい黄金の使い方を始める。さっきの徴税戦で今年の徴税は終わり、春の徴税はまた踏み倒す。最高に高い補給物資をいただこう。歯車23個、これ海賊に横流しするだけで海賊の脅威もなくなるし楽勝だぜ。間違えて4大民船も税金かかるのか、冬に連打して脱税を。ほんとお前悪徳領主が転職だな。指示は出してたけどコンベアーが邪魔で埋め立てできてなかったこの場所、埋め立て中止でーす。船着き場のために埋めてたのにいいのか？いやー倉庫いっぱいに切り石あったから、これで埋めようと思ったんだけどさすがに全部は無理だったか。切り石で埋めれば丸太を使わず海を使える、小技入ります。そして空になった倉庫にまた切り石を補充。隣島の道回収のために海に切り石入れてたんかーい。そして農場を追加して植林地を拡張、残り丸太256本です。8ビット。やっぱり町の正面が煙で覆われてるのは受け入れがたい。だからといって操業停止するわけにもいかんぞ。汚染を出す施設を移設してひとまとめにするぞ場所は景観の邪魔になりそうにない新市庁舎の裏だ。新工業区建設プロジェクトが始動。まずは倉庫を建てる位置を決めて、それを起点に道を敷きます。でその手前を埋め立てます。
燻製を作るための原料である魚を取る釣り埠頭の建設予定地。埠頭は陸地がないと建てれないのでここだけ埋め立て。釣った魚は埠頭入り口の横の搬入口に入れると、そのまま目の前の倉庫まで自動で流れます。2段に重ねられた倉庫は全部後ろ向きに立ててるぜ。倉庫の正面には燻製場4軒。目の前の倉庫に送られた魚を燻製にする、レシピを変えればキノコの串焼きも作れるぜ。完成品は食堂の前のこの石で埋め立てたところに倉庫を設置して直納。食堂の人もこれにはにっこり。コンベアーの接続完了。室外で結構長い距離を運ばれる食品、リアルでやられたら保健所が切れそう。続いてこちらにも倉庫を建設。この横の石階段はサザンクロストンネルの入り口。トンネルからコンベアーでキノコを流してキノコの串焼きを作るつもり。だがまだキノコ安定供給できてない。こちらは汚染の諸悪の根源炭焼き窯。2軒は目の前の倉庫に搬出し、後ろ2軒はコンベアーで2階に送り込むシステム。続いて溶鉱炉を2軒建設。倉庫の2階部分と接続するように高さを上げております。1階は魚と燃料と丸太あるので、鉱石と延べ棒を分別するなら、2階にしないと倉庫に余裕がないからね。さいですか。こんな感じになりそうろ。小屋建設に時間がかかりそうだ。適当に穴掘り割り当てしてるのを外して建設の応援に回すよ。資材はあるからなんとかなるかな。なお干拓地埋め立て工事の進捗はこんな感じでございます。1年かからず干拓した土地ほとんど埋まっとる。いやまだ結構残ってるよ。とはいえ人海戦術の賜物、埋め立ても効率よくやりゃ案外早いぜ。さあ今日も楽しい残業だ。キリキリ働けー。もう見慣れてしまった地獄のような残業アイコン。同時進行で進行用区側面も掘り進んでおります。こっちはこっちで埋め立てで石使うしな。春に徴税人たちが来た時に驚かせようと、港をにゃんこ像で飾ってみたよ。大歓迎でお迎えだ。でも春の徴税は無視するよ。ひでえ。今日も一日、お疲れしたー。だがネズミたちは働く。そう残業があるから。はい、瞬間移動で家帰れ。ほんと劣悪な環境だぜ。ふむ今日の石の生産量は300か、建設人員回した分減ったか、もっと働かせねば。そして過酷な開拓作業が今日も始まった。では土砂降りの雨の中イタチの証人になんでお前こんなもん立ててんだよと説教されながら今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。島が発展し余裕ができたのに仕事が楽にならないネッツ。島を発展させ楽園を手に入れることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。